小指の付け根が痛いからといって、その部分を出せば解決するかといえば、そうではありません。小指の外側を広げると、ますます足が外側に開いて、痛いのはそのままです。もちろん、シザースなので滑りも悪化します。小指の付け根が痛いなら、もっと後ろを広げてあげるのが正解です。スペースができると、このようにかかとが外側に収まり、つま先が内側に向いて痛くなくなります。滑りも改善します。ラングの25センチ、26センチ、27センチはシェルの高さが全部同じだとご存知ですか？例えば、このように160センチ、170センチ、180センチと身長の異なる3人のシェルの高さが同じだということです。180センチの人は、シェルがふくらはぎの膨らみの下に来るので快適です。170センチの人は膨らみ始めのあたりでしょうか。ちょっと疲れやすい。160センチの人は一番膨らんでいるところがアッパーシェルによって圧迫され、血流が悪化し、痛くなります。このように、すねの長さにかなり差があるのに、アッパーの高さを新品のまま、みんなが一律に使うのは無理があります。こちら右から24センチ新品、26センチ、25センチ、28センチのブーツです。新品以外はすべて持ち主のふくらはぎに合わせてアッパーカットしています。このように24センチが一番小さいサイズなのにいじってないので、この中では一番シェルが高い状態です。この人はふくらはぎが太いのでアッパーカットだけでなく、このように中も削っています。この人は後ろの支えは強固、前は足首を曲げやすくといったこだわりがあるので、すごい形になっています。私もそうでしたが、痛いとスキーすること自体が嫌になり、スキー場から遠ざかってしまいます。アッパーカットして長時間ブーツを履いていても平気になったので復活しました。アッパーカットは簡単なので本当におすすめです。こんな感じでほとんどの人が知らないスキーブーツの間違った常識や知らなくて損している話、最新の技術トレンドなど9つのトピックをお届けします。前編の今回はご覧のラインナップで6つのトピックと小ネタを1つご紹介します。小指の付け根とアッパーカットについてはもうお話ししました。初心者と上級者で180度発想が違う前傾角度、フレックスターンに必須なゼロカント、ブーツなんてどのメーカーでも一緒だと思っている方、特徴を知らないで A 社あるいは B 社のブーツを買うと危険です。水平に関しては考えれば当たり前ですが、ブーツのランプ角だけでなくビンディングのデルタも合わせて考えないといけません。男性より女性や子供の方がシビアです。おまけは板を最もたわませやすいビンディングメーカーはどこかです。知らないと損することも多いですし、新しい発見もたくさんあると思うので、ぜひ最後まで見てください。それでは続きをどうぞ。人間は足を60度開いた状態で普段の生活や運動をするので、この感覚でスキーをするとこういう形になります。スキーはそれだと平行にならないから、かかとの位置を押さえたまま足をまっすぐにしてほしいけれども、初心者はまっすぐにしてもすぐシザースになってしまいます。小さいプルークの意識なら押してもまっすぐになる感じになります。初心者はシザースで膝を内側に入れます。膝をまっすぐ入れているつもりでも、結果的に内側に入ってしまう感じの加圧をしています。初心者は母子球を中心にまっすぐにしようとするから、X 脚をなかなか脱却できない、プルーク暴言を脱却できない、パラレルができないのです。上級者はかかとの位置を中心にハの字にしていて、両方の外アーチに乗れるので、X 脚にならずにパラレルで滑れるのです。動作としては、初心者はこういう屈曲運動、足首をこういう風に使うものと思っています。屈曲で加圧しています。上手な人はこのように腰を入れる形で足首を使います。かかとがついたままの伸展で加圧しています。ここ重要ポイントですよ。同じ足首を入れると言っても方法が全く違うのです。腰を落として加圧をしている人は
発想を180度変えないと決して上達できません。初心者は屈曲で足首を使うのがベースなので、初心者のブーツは前傾角度あるいはフォワードリーンアングルが小さい。スピードが出てくると外力、つまり遠心力が大きくなって膝を曲げて耐えるのは難しくなります。なので上級者は足を伸ばして耐えた方が良いので、ブーツの前傾角度は大きくなります。各ブーツメーカーの初心者用ブーツが上段、上級者用ブーツが下段です。前傾角度が大きい方がブーツの後ろに寄っかかりながら腰を出すことができます。前傾角度がないブーツで後ろに寄っかかるとひっくり返ってしまいます。腰を出してブーツの後ろに寄っかかることがメインの加圧だと信じられない初心者の方もいると思いますが、ブーツの後ろが硬く前が柔らかいのが証拠です。スキーを始めた初心者はまず前傾角度が少ないブーツで膝を曲げて腰を落として加圧できるようにします。それができるようになると、次は前傾の強いブーツで伸展で腰を入れて加圧します。前傾の強いブーツで腰を落とす加圧の滑りはダメです。上級者用のブーツはデフォルトで12度から16度くらいの前傾角ですが、そこからさらに自分の技術や好みに合わせて前傾角を調整します。シフリンなんて20度以上あります。普通、膝は第2バックルあたりに来るのですが、膝がビンディングまで来ています。かなり前傾だというのがわかります。大事なのは股関節の根元とかかとでしっかりと加圧できること。膝が第2バックルあたりの前傾角がやりやすく、それが基本です。もっと前傾角が欲しい場合、その状態、膝がビンディングあたりでも股関節の根元とかかとで加圧できるようにしないといけません。スクワットと一緒で、膝が第2バックルあたりだとうまくできるけど、膝がつま先より前の状態だとかかとが浮きやすくなります。かかとが浮くというのはスキーでいうとテールがずれることなのでよくありません。ワールドカップ選手の前傾角はバラバラですが、20度以上の前傾角にセッティングしている選手はその方がかかとをつけたまま斜面に立てて有利だからそうしています。ただしそれができるフィジカルとテクニックが必要なのです。こちらをご覧ください。左が今現在のラングブーツのフットベッドあるいはゼッパーです。右が10年くらい前のロシニョールブーツのフットベッドです。どちらも左足です。違いがわかりますでしょうか？こちらが現在のもの。こちらが10年前のものです。そうです。現在のラングのフットベッドはフラットで、10年前のロシニョールのはイン側が高くなっています。フットベッドがフラットなのが最近のラング、ロシニョールのブーツの特徴です。これをゼロカントと言います。カントはカントでもオーバーカント、アンダーカントといったブーツの側面の角度とは違う話です。ゼロカントに対し特に単語はないのですが、イン側が高いのが従来のフットベッドです。角度はそれぞれで、例えば現在のヘッドが1度、ノルディカが 1.5 度、10年前のラングは3度とか4度でした。ゼロカントが最新のブーツの技術なわけですが、従来のイン側が高いフットベッドと比べてどういったメリットがあるのでしょうか。一言で言うと、ゼロカントは面圧が使いやすいのです。板をたわませて反動で加速するフレックスターンがしやすい。足首や膝を使わずに体幹を使った滑りがしやすい。従来のイン側が高いのはエッジは簡単に立つが面圧が逃げやすくなります。面圧が逃げると板のたわみが使えず、エッジでガガガガガってなりやすい。エッジばかりに乗るので、ちょっとした時に膝を怪我しやすくなります。ゼロカントが面圧を使いやすいのはなんとなくそんな気もしますが、イン側が高い方がエッジに乗りやすいのはいまいちピンときません。なので実際に角付けしてみると、なるほど、確かにゼロカントの方が面圧を残しながら角付けできそうですし、
イン側が高い方がエッジに乗りやすそうだが、面圧は逃げてしまいそうです。フレックスターンを目指すべきなので、ゼロカントは重要なんですが、ゼロカントも注意が必要です。気を抜くと板がずれてしまいます。そうならないように、小指側の荷重でしっかり押さえて、面圧をキープする必要があります。そうすると、面圧がある中での角付けが可能になります。過去の動画で何度も、両方の外エッジに乗るように、と話していたのはそういうことです。膝が内側に入りやすい人は、ゼロカントだと小指側の荷重が難しいのも事実です。そういう場合どうしたら良いかというと、ソール、あるいはフットベッドの外側を削ってあげます。ソールを削るのは結構大きな調整で、そもそも従来のイン側が高いブーツと同じになってしまいます。フットベッドを削るのは微調整で、ゼロカントと従来のブーツの両方の良いところを取った感じになります。私のブーツもそうなっています。おすすめです。次は皆様ご存知のブーツの中心線。前も後ろもこのようにブーツの中心線がわかるようになっています。ではブーツの中で足はどのように収まっているのでしょうか。足の中心線はかかとと人差し指のラインです。ブーツの中ではご想像通り、ブーツと足の中心線が重なっています。ほとんどすべてのブーツメーカーがこうなっているのですが、2つだけ異なるメーカーがあります。レグザムとフィッシャーです。レグザムはこの青いラインをブーツの中心線に合わせるコンセプトです。膝を曲げた時に膝が少し内側に入りますが、それに合わせるという考え方です。フィッシャーの場合はこの青いラインです。向きは同じですが、起点が違います。青いラインをまっすぐにするとこうなります。それにブーツを書き加えるとこうなります。どちらもブーツの中で足が外側を向いていますが、レグザムはかかとを中心につま先が外を向いています。フィッシャーはかかとが内側にずれています。それぞれ滑りにどのような影響を与えるのでしょうか。結論を先に言うと、レグザムはインエッジが立ちやすく、先ほどと同じですが、エッジでガガガガガってなりやすい。フィッシャーは内旋を保ち続ければ問題ないのですが、力が抜けてしまった瞬間、腰が開いてシザースになりやすい。それぞれ補足していきます。通常のブーツでは、まっすぐの状態から内旋します。レグザムの場合は、足が外を向いているので、足をまっすぐにしただけでも、もうインエッジが立ってしまうのです。簡単にインエッジが立ちすぎる、遊びがない状態です。エッジを立てるのに皆さんどうしていますか？外反していますか？足首や膝を使った外反はダメです。X 脚になりますし、怪我をしやすい。実は内旋するだけで自動的に外反します。これを使うのです。外旋すると、こういう風に小指側が下に来ます。内反です。内旋すると、その逆で外反し、エッジが立つのです。極めつけはこちらです。外旋しているだけなのに、勝手に内反しています。内旋しているだけなのに、勝手に外反していますよね。ということで、レグザムは足が外を向いているので、まっすぐに戻すだけで、それが内旋となり、簡単にエッジが立ちすぎるのです。フィッシャーは内旋を保ち続けていれば良いが、内旋を保つ力が抜けた瞬間、腰が開いてシザースになりやすいのです。前傾過剰で骨盤が立つというのがフィッシャーのコンセプトのようです。骨盤が広い欧米人でもこのように失敗するので、骨盤が狭い日本人にはなおさら厳しい気がします。フィッシャーブーツでシェイレンしない人はマジでうまいと思います。ブーツおよびフットベッドに関してまだ話をしていない重要な角度が残っています。ランプ角です。つま先からかかとへの傾斜角のことです。前傾角度と並んで前後のバランスを決定づけるので、滑りに大きく影響します。現在のスキーはたわませることが大事で、
前傾すぎるとスキーがたわむのを邪魔します。そのため、かかとは昔のブーツに比べて低くなっています。つまりランプ角はより小さくなっていて、今はどのメーカーも4度くらいです。ただ、ブーツ以外の話になってしまいますが、足裏の傾斜はトータルで考えないといけません。ビンディングのトゥーとヒールには高低差があります。これをビンディングのデルタと言いますが、メーカーや製品によってバラバラです。0ミリ、2ミリ、3ミリ、6ミリ、10ミリなど全然違います。またスキーとビンディングの間に挟むプレートはトゥー側が高くなっています。例えば3ミリとか。調整でビンディングの下にリフター、あるいはライザー、スペーサーを入れることもあります。これらすべての組み合わせで足裏の傾斜角が決まりますので、とても複雑です。スキーはこうやってつま先を中心に回しません。こうやって回してしまうのはかかとが高いからです。スキーはこのようにかかと中心で回します。こうやって使えるようにするにはかかとが高すぎてはいけません。最近はメーカーのグループ化が進んでいて、スキー板、プレート、ビンディング、ブーツをパッケージで提供しているので最適化されているとも言えます。しかしそれはメーカーの考える最適であって、あなたの骨格や技術に合わせているわけではありませんので、やはり調整は必要かと思います。スキー板を試乗して、この板乗りやすい、乗りにくいといった感想があるかと思いますが、案外スキー板ではなく、その試乗した板のビンディングやプレートの組み合わせの足裏傾斜角やビンディングの前後位置バランスの問題かもしれません。そのセッティングが好みや滑りの調子を決めているのに皆さん無頓着です。また好みや体格に合った組み合わせよりももっと問題なのが、スキーによって例えば大回りと小回りの板で異なるブランドのビンディングやプレートを使うことです。都度センターポジションはどこだと前後バランスを確認したり、滑りを変える必要が出てきてしまいます。この足裏傾斜角の問題ですが、男性より女性や子供の方が苦労します。女性や子供はブーツのソール長が短いので、同じビンディングのデルタでもデルタ角は男性より大きくなります。よりシビアに滑りに影響してきます。最後に小ネタを一つ。スキー板を最もたわませやすいビンディングメーカーはどこでしょう？答えはマーカーです。普通のビンディングの2ピースはこの4点でネジ止めします。ブーツの先端よりも前にネジがあります。ところがマーカーのビンディングはこの3点でネジ止めします。ブーツの先端より前にネジはありません。つまり普通のビンディングはここまで固定されています。この映像の場合もそうです。ところがマーカーの場合はここです。マーカーのビンディングの方が板がたわむのを邪魔しないのです。今回はここまでです。いかがでしたか？新しい発見はありましたか？後編に続きます。また次回お会いしましょう。